今日は私が、初めてアメリカで、勤めたジムについて紹介していきます。で、名前が、プラネットフィットネスっていうジムなんですけど、皆さん聞いたことありますかね？日本には今のところ店舗はないです。なので馴染みがないのかなっていうふうに思うんですが、アメリカだとめちゃくちゃ店舗数も多くて、アメリカ最大のフィットネスチェーンになってます。アメリカの年末のカウントダウンとかって見たことありますかね？ここ数年はもうプラネットフィットネスが、メインのスポンサーで、よくニューヨークのでカウントダウンやって、紫と黄色のロゴわかりますかね？ちょっと貼っとくんですけど、このロゴでおなじみのフィットネスジムです。どういう特徴かっていうと、かなりお手頃な値段で初心者向けのジムになってます。料金なんですけど、一番安い方の料金で10ドルで、2つメンバーシップがあって、そのスタンダード会員が、10ドルで、もう1個がちょっとハイエンドなメンバーシップになってて、そっちがねブラックカードメンバーシップで言ったかな。でブラックカードメンバーシップだとついてきます。全米の全ての店舗にアクセスできて、特別なブースがあるんですよね。日焼けマシーンが、スタンディングと寝るタイプで1種類ずつあって、であと赤いライトをこう体に浴びせて、その肌の修復を促すっていう、肌の若返り効果とかもあったと思うんですけど、そのマシンがあります。なんか見た目は本当にスタンディングの日焼けマシンと一緒なんですけど、中のライトが全部真っ赤っかなんですね。でそこに入って、そこも全身脱いでやる感じですね。裸になって浴びるって感じです。横になって寝るベッドがあるんですけど、それが水圧を利用したベッドになってまして、下から水の圧力でバーッと体をこうマッサージしてくれる。でその水圧が当たる部分がその足先からその背中の上の方までずっと移動しながら全身をマッサージしてくれて、しかもこれのいいところがあったかい温度のお湯でマッサージしてくれるので、めちゃくちゃ気持ちいいです。もう一つがマッサージチェアですね。マッサージチェアもあります。でブラックカードのメンバーシップの方はこちらのサービスが全部使い放題だったかな、使えます。なので追加とか料金払わなくて、日焼けだったりマッサージだったりのを受けられるようになってます。でプラネットフィットネスは基本的に、24時間サービスになっていて、でシャワーもあります。ロッカールームシャワーもあるので、トレーニング終わってシャワーを浴びてから帰りたいっていう人も、これで10ドルは正直安いなっていう感覚ですね。実際のその設備はどうなんだ、トレーニングの方の設備はどうなるのかっていうと、やはりこのジムのコンセプトが初心者向けのジムになっているので、マシン中心です。マシンがすごく充実していて、先ほども挙げた通り本当に全部紫と黄色の色で統一されてて、マシンも全部その色でペイントされてます。であとの特徴は、全米に店舗があって、2023年度時点で全米に1700店舗なんで、本当に街に1つ2つぐらいはあるっていう感覚ですね。もう本当に大きい町に行ったらいくつかあるっていう感じで便利です。で先ほどちょっと紹介し忘れたんですけど、そのブラックカードの会員だと、彼氏がプラネットフィットネスのブラック会員で彼女が一緒にトレーニングしたいみたいな時は、彼女も無料で連れて行くことができるので、僕はこのブラックカードメンバーシップの方が何かと良かったですね。で結構ジムって初心者の人も通いづらい、なんかこう見られてバカにされるんじゃないかみたいな不安に思う方も多いと思うんですけど、ここのジムのそもそものコンセプトがジャッジメントフリーゾーンっていう
言葉を使って、そのサインが実際にジムの中にあって、ここは本当にトレーニング中上級者がなんかあなたのことを判断したりとかすることはないので心配しないでくださいよっていうコンセプトになってるんで、本当に初心者に特化したジムになっています。でまたドレスコードもここはあって、よくボディビルダーの方が来てすごい細いスリングっていうタンクトップとかかなり露出の多いような服装は禁止になってます。これもやっぱり同じようにジャッジメントフリーゾーンということで、なるべく初心者の方が来やすい環境づくりみたいなのをテーマに作られているジムだなというふうに思います。でまた、ランクアラームっていうのがあるんですけど、ジム内に警報器があって、よくハードコアなジムだとかなり大声出してわーとかって言ってやりながらダンベルもバーンって下ろすみたいなのがよくあるんですけど、ここのジムはそれが5ハットになってまして、警報器が鳴ります。で最初どういうことかなって思ってたんですよ。どうやってそのなんか音を感知してセンサーが鳴って警報を鳴らすのかなって思ってたんですけど、実はこれめちゃくちゃ手動で、スタッフがフロントにいて、音が聞こえたらボタンで鳴らすみたいな、めちゃくちゃ古いシステムを使ってます。でもただ本当に大きい声を上げたりダンベルのドロップとかは禁止になってます。でここがちょっと他のジムとは違うなっていうところが、今はもうやってないんですけど、月に1回ピザが無料で食べれる日が過去にありました。これはもう私が入った時はもう廃止されてて、ちょっと何年ぐらい前に終わったのかわかんないんですけど、もう普通になんていうんですか、フロントデスクの隣にいくつかテーブルがあって、そこ休憩スペースみたいな、だから人が来てプレワークアウトを作って飲んでいったりとか、トレーニング終わった人がプロテイン作って飲んでちょっと休憩してから帰ったりとか、そういうのに使ってるテーブルがいくつかあるんですよ、ソファーとか。そこでピザのパーティーがあったそうです。かなりショッキングですよね。トレーニングしに来て、多くの人が痩せたいとかそういうので来てるのに、ここでピザ食うのかっていう、僕も最初来た時マジでびっくりしましたね。そういうのがありました。多分これって多くの人に足を運んでもらいたい。でアメリカもかなり肥満大国っていうふうに言われてるので、とりあえずジムに来やすくしてもらうっていうコンセプトだったんでしょう。でもかなり賛否両論あって廃止されてます。これ面白かったです。ここのビジネスモデルがめちゃくちゃ秀逸で、ジムの会費がめちゃくちゃ安いじゃないですか。だから人が会員として始めて、で何ヶ月経ったら来なくなるって結構あるんですけど、でも10ドルぐらいだったらまた行くかもみたいので継続されてるお客さんがめちゃくちゃ多いんですよ。でここの経営戦略ってそこをターゲットにしてて、もうみんなが入ってきやすいような環境を作って、一回会員になったら来なくなるのって結構多いんですけど、来なくなった会員からも引き続きずっと少しずつ搾取し続けるっていうすごい秀逸なビジネスモデルを取ってて、いやこれは賢いなと思って、10ドルぐらいだったらまた行くかなみたいな、じゃあいいかなみたいな感じで継続するお客さんめちゃくちゃ多くて、なんでジムの会員数と実際に来てる、毎日来てる、お客さんのギャップがめちゃくちゃあります。これは多分どの店舗もそういう感じですね。でトレーニングの器具に関してはもうマシンがメインです。マシンでほぼ全身カバーできます。であるのがスミスマシンはあります。ただないのが、スクワットラックがないんです。スクワットラック、ベンチプレスのラックっていうかベンチやるところはないです。なのでスクワットベンチプレスとかに関しては、スミスを使うしか
方法はないです。ただダンベルは結構ありましたね、重さが。一番重くて70、80パウンドまでありましたかね。80パウンドなので40ぐらい。なので初心者の人だったら、そこそこアメリカ人に対するイメージは底辺順ですね。イメージはすごく太った人がダイエット目的で最初に近所のプラネットフィットネスに通うみたいな感じですね。なので日本で言うとなんだろうな、あんまりないかな。イメージ、エニタイムフィットネスは日本にあるじゃないですか。エニタイムフィットネスよりも下ですね、位置づけとしては。でゴールドが上にあって、でその後のコアなボディビルディングのジムがあったり、アメリカクロスフィットのジムがめちゃくちゃ多いですけど、そんな感じでもう本当にここが底辺だと思っていいです。逆に言うと、だから人が入りやすい、馴染みやすい、始めやすいっていうので、やっぱり安いんで学生の人も多いですね。若い人多いです。安いし、やっぱ近くにあるんで通いやすいし、学校に来てトレーニングしてみたいな人もいるんで、かなり初心者にはめちゃくちゃおすすめですね。スクワットラックがなくてフリーのそういうスクワットとかベンチができないっていうところを除いたら特に不満はないですね。全然不満ないです。ここで完結できちゃいます。でこの値段を考えると文句はないなっていう感じですね。